事実ベースで部下の行動特性コンピテンシーを確認するスターモデルということで今回は情報提供させていただきたいと思いますね。部下の行動特性ということで、評価面談ですね。あるいは、今日の直接のテーマではありませんけども採用面談ね。こういった面談の場で私たちがすべきことというのは行動事実の確認なんですね。この行動事実の確認をするにあたって重宝されるテクニックということで今回はこのスターモデルをご紹介をしたいと思いますね。先ほどコンピテンシーという言葉をご紹介をしましたけどもコンピテンシーの語源はコンピテンスということで確かに能力という意味ではあるんですけどもただ単に持っているという能力ではなくてこれ比較優位の能力なんですね。周囲と比べて、秀でているというのがこのコンピテンシーですので、こういったものをですね確認するのにこのスターモデルというのが重宝されていますということです。スター STAR ということでこれもですねそれぞれの英単語の頭文字を取っていますのでそれぞれ一つずつご紹介をしていきたいと思いますね。この順番に確認をしていくと行動事実確認ができますということです。S これシチュエーションですね。ですから状況その状況なんですね。ですからまず最初に、状況を確認把握をするというのがこの S になります。それから今度2つ目は今度 T ですね。T はタスクですね。ですから一般的にはタスクね、ミッションとかね役割とかそういうことも含めてなんですけども、その時のタスクですとか役割を確認をしておきましょうということですね。で3つ目が A アクション、行動ですね。その状況あるいはタスク役割の時に取った行動を確認をしましょうということですね。で最後が R リザルト結果ですね。その結果どうなったかを確認をするというのがこれ、スターモデルということです。これだけだとね何のこっちゃという話になると思いますんで、例をここでご紹介をしたいと思いますね。皆様もご存知の桃太郎の例を使ってですねここでスターモデルをご紹介をしたいということなんですね。まずシチュエーションね、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたということでですね非常に分かりやすい状況ね状況そのものはね、なんて言うんでしょうかね一般的な話ということで捉えられればいいんですね。で次タスクね、ある日おばあさんが川に洗濯に行くとね、大きな桃が流れてきましたということなんですね。ですからちょっとここにはシチュエーション特別なシチュエーションも入ってるんですけども、タスクとしてはですねおばあさんが川に洗濯に行きましたということですね。この時代ね、洗濯というのはおばあさんの役割でしたと、いうことなんですね。で、アクションね大きな桃が流れてきたわけですけれどもこの桃をですね家に持って帰って切ってみましたということなんですね。このアクションがですね実はこのスターモデルの中では一番重要なんですね。なぜかというとこのアクションを取る背後にあるのがコンピテンシーなんだということなんですね。例えばですよね、川に大きな桃が流れてきましたね。でも別に大きな桃が流れてきたんだなということでおばあさんは家に持って帰らない選択肢もあるわけですね。あるいは家に持って帰ったとしても切らないと、桃を切らないという選択肢もあったわけですね。ですけれども今回はおばあさんは家に持って帰りました。そして桃を切ってみましたということで、この背後にあるのがコンピテンシーということで例えば考えられるのは積極性ですとか行動力あるいは好奇心、こういったコンピテンシーがある可能性があるんだということなんですね。で結果リザルトね、すると玉のような男の子が生まれましたということなんですけども繰り返しになりますけどもこのアクションね、このシチュエーションタスクの中でアクションを取ったそれはどういうコンピテンシーがあるんだろうかと、これを類推をさせてもらうという意味合いでこのスターモデルを活用していくということなんですね。この行動事実を確認するのはなぜかというと成果再現性が高いからなんですね。
似たような行動を、取ることっていうのが非常に可能性としては高いので、こういった行動事実の確認にスターモデルというのが使われますということです。以上、事実ベースで部下の行動特性コンピテンシーを確認するスターモデルということで情報提供させていただきました。